ワジャーファルコンズの千秋です。安藤です。今日は親が子供の性事情に文句を言うべきじゃないってのと、子供が親にオナニーとかセックスを見られても気にするべきじゃないっていう話をしていきたいんやけど、はいはい。知恵袋である質問があって、子供を持つ母親の投稿なんやけど、子供の G を見てしまいましたと。そのことについて、高校1年生の息子が G をしとったのを見てしまったんやけど、それに対して、このまま見過ごすわけにはいかんと。叱責したい。だから怒りたいんやけど、どう怒ったらいいでしょうか。皆さんの意見を聞かせてくださいっていう質問があって。なるほど。回答しとる人のほとんどは、そんなほっとけよみたいな。高校生やったらオナニーぐらいするやろっていう回答がほとんどなんやけど、この質問者は、勉強に集中すべきやのに、成績が下がりっぱなしやし、こんなもんオナニーをしとるからやって言って。関係でやる。すごい子供の性事情に介入しようとしとるんだ。何してなくても、成績悪いやつは悪いし、しとってもいいやつはいいからな。関係ねえやろ、絶対。で、一方で、子供の質問で、中学1年生の男の子で、オナニー親に見られました。で、怒られましたと。で、どんな顔で生きていけばいいでしょうかみたいな質問があって、ベストアンサーは普通にしてりゃいいと思いますっていうのがベストアンサーだと思うんだけど、こういう質問って結構知恵袋にはあって、でこういうのを見るたびに、特に親の方が子供のオナニーを見てしまうみたいな現場ってよく聞くと思うんやけど、よく聞くシチュエーションではあると思うんやけど、見られてしまった子供はすごい不憫やん、どっちかっつうと。特に中高生とか思春期に見られたら結構トラウマになると思うで。特にもう、中学生、高校生の男子なんでほぼ毎日オナニーするやん。で、ここで俺が問題やと思うのは、子供の部屋に無断で入る親は良くないと思うよ。それはもう、オナニーに限らずやけどな。昔は良かったと思うんやけど、俺はもう、就寝の2時間前とかは、子供にオナニータイムを設けてあげて、親は絶対に子供の部屋に立ち入らんし、声をかけやんっていう意識を持つべきやと思うよな、親は。確かに親も過剰に、そんな関わるべきではないと思うよね。俺は人生で、そのオナニーを見られた経験がないから、親に。でも、仮に思春期の時に見られた経験があったら、オナニーするたびにその見られた経験がフラッシュバックして、満足できるオナニーをできんくなるかもしれんっていう恐怖があるわ。そうやな。で、子供をビクビクしながらオナニーするからさ、オナニーを早く済まさなあかんみたいなさ、焦燥感に駆られてさ、時間をかけんオナニーをしとると、早漏になるらしいから。じゃあ普通に悪循環な。早漏男子が生まれてしまう。それは良くないな。その子の人生的にも、今後の人生にも良くないことや。そうだから子供には好きなだけオナニーさせたらなあかんなと、俺思うんやけど。確かに、親が、その年頃の男は、オナニーしとるもんやっていう、割り切ってほしいよな。性別の違う母親は、やっぱ、思春期の男の性事情っていうのを、知らんから、理解できやんっていうのはあるんかもしれんな。でも嫌悪感を持つっていうのはあったな。調べたら。その点、俺は、オナニーを見られたことはないけど、普通にエロ動画の履歴は見られたことあるけどな。でも別にその時も、別にするなとかじゃなくて、お金はかからんようにしてくれって言われたぐらいやったから、今思うとうちの親はそういうのに寛容やったんやと思うわ。理解のあるいい親やな。ウイルスとかやめてなぐらいで済んだから。うちの親は、父親は知らんけど、母親はそういうのに、エロ動画とか、アダルトコンテンツに対して、結構、嫌悪感を持っとる人やったな。そうなんや。厳しかったんや。そうやな。っていうか、父親の結構、エロ画像とか AV とかが、家族共用パソコンにデータが残っとったりして、結構怒っとったのよな。やめろって。共用のな、これは爪が甘いやろ、ほとんど。でも、めちゃくちゃ小さい子、小学校にも上がってないような子が、狂ったようにオナニーとかしとったら、心配になるっていう気持ちはわかるけど、小学校高学年ぐらいからやったら、もう気にせんくていいと思う。確かに物心つく前にやっとったら、人前でやってしまうみたいな心配もあるんじゃない？小さい子だとな。そう。影もわからんやろうしさ。確かにな。気持ちいいぐらいの感じで。悪いことやって、人前でやるもんじゃないっていう感覚がないからな。小学校高学年ぐらいからやったら全然オナニーしとっても不思議じゃないし、むしろセックスしとっても今じゃ普通じゃない。普通やろな。それを制限すべきじゃない
し、なんなら、その母親だって、セックスをしたから今子供がおるなわけなんやからさ、自分らするくせに子供には制限するっていうのもおかしな話ではある。それもおかしな話ではあるよな。まあ確かに。まあでも俺も高校生の時にセックスの現場を親に目撃されそうになったことはあるけどな。気まずい。部屋に入ろうとする母親、その扉を開けようとしとったから、もうそれを必死で抑えてな、なんとかその場をやり過ごしたんやけど、全裸で。全裸で。俺らの時代とは違うからさ、Bluetooth とかでさ、両耳でスマホでエロ動画を見る子が多いんじゃない今は。ノイズキャンセリングイヤホンがあるしな。AirPods とか。だから、親の階段の音とか、扉のノックとかが聞こえん可能性があるんじゃない確かにな。まあ当時も、まあ、イヤホンあったけど、今ほど高性能じゃないからさ、イヤホンしとっても外の音聞こえるもんな。普通に。で、俺はイヤホンはあんませんだからさ、普通にスマホじゃない、その時はもうガラケーか。ガラケー、普通に動画を音出して見とったからさ、どこまで音が届くのか自分で調べたけどな。部屋っていうか家の中でな。部屋から出て家の中で。用意周到やな。扉閉めたら、ここまで行く。扉開けても階段の下までやったら届かんとか。で、音量半分ぐらいやったらどこまでとか、入念に調べて俺はやったけどな。思春期の時ってさ、その、性欲が絡むと行動力がさ、3倍増しぐらいになるよな。確かに。最近はだから VR とかもあるからさ、親がさ、そういう配慮とかできやん人やったらさ、子供もだから気づかずにさ、いつの間にかなんか親に見られとったみたいな。いやー、そうやで。いや、考えられうる最悪のバレ方 VR やろ。俺、ダントツで言ったくないけど、一番間抜けやで、あんな。VR のさ、あれつけてさ、で、下半身丸出しで、VR やから多分キョロキョロしとんねやろ、多分。そう、あさっての方向を見ながらさ。そう、あさっての方向を見ながらさ、しこってさ、その格好でもう親とかに見られてみもう、顔見せれんで、もう合わせれん。VR は絶対一人暮らしでやるべき。だって俺学生の頃に VR なくてよかったなって思うもん。しかもなんか親世代やとさ、VR の存在をなんかあんまり知らん親もおるやろうからさ、もう何が起こっとるかわからんかもしれんな、親にしたら。子供頭おかしくなったんかって。本当に頭おかしくなったんかって思われるで。VR でしこっとったら。もうだからまあ子供側もすごい対策が必要やんな。いかに親にオナニーがバレやんようにするかっていう。まあでもやっぱりこういうのは子供が考えるよりも親が配慮してあげるべきっていう最初の結論に至ると思うで。そうやな。オナニーもそうやけど、もう彼女や彼氏を家に連れてきても、絶対に部屋に入ったらあかんよ。で、あと今はさ、その子供にタブレットを貸して、子供が検索したエロ画像、エロ動画がさ、そのまま検索履歴とかで手元変えてきて、そういうのでバレるっていう話もあってさ、でも親は、そういう子供のさ、検索履歴とかをさ、動画にして TikTok とかで晒してるアカウントあるからな。最悪やな、それ。子供の検索履歴がやばい、みたいなんで。で子供も、その検索履歴を消すぐらいはわかるかもしれんけどさ、過去に見とった動画とかサイトを消す方法までたどり着く小学生、中学生はあんま少ないんじゃないかな。だから、とりあえず表面上の検索履歴は消せても、どんなサイト見とったかはバレとるから、それで繰り返して、大丈夫やろうって言って。確かにな。なんか今、Google アカウントとかさ、iCloud を家族間で共有したりしとるケースが結構あるから、それで親が子供の検索履歴をチェックしとるっていう話もあるんよな。怖っ。最悪。絶対嫌やわ。逆に、あれやんな。まあ、そんだけさ、今、スマホとかが普及しまくっとるから、まあ、そのせいで子供がトラブルに巻き込まれる可能性っていうのも、まあ、往々にしてあるから、まあ、それ管理する必要があるっていうのもわかるけどな。その管理の過程で、まあ、子供の性癖じゃないけど、アダルトサイトを見とったとかいうのが分かってしまうかもしれんな。まあ確かにな。やっぱ今のな、子供は簡単にエロ動画とか見れる環境にありすぎるわ。羨ましいよな。羨ましいって、まあ別に、俺らも今恩恵を受け取るけどさ。俺ら小学生とかさ、中学生の頃さ、10個ぐらいリンクあってさ、それの3つか2つぐらいしかさ、当たりじゃなくてさ、他全部違うサイトに誘導されるとかじゃなかった。しかも、すぐにさ、なんかスパムとかさ、ワンクリック詐欺みたいなページに遷移してさ、
全然その本命の動画にたどり着けやみたいなさ。そう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 。あったもんな。有料サイトがマジで少ないから、釣り動画も多いしな。確かに今はほんと簡単に無料で、しかも無修正とかも見れるもんな。まあ、犯罪やけど無修正は。子供がそういうやっぱ身近になりすぎて、親もその管理っていうか、まあちょっと介入したくなる気持ちわからんでもないけどな。でも逆に言うと、そうやってさ、無料の有料なサイトが結構多いからさ、ワンクリック詐欺みたいな、そういう詐欺にはアダルト系では引っかかりにくいような気もするけどな。いやし、まあ、オナニーじゃなくてさ、彼女とセックスしとったとかさ、そういうのもさ、なんか、避妊のこととかも心配になる親の気持ちもわかるやけど、うん。それも過剰に心配しすぎるのも良くないよ。まあ。セックスとかするような年齢になったら避妊のことは理解しとるよな。てか理解しとったよな、俺らも。まあでもやっぱこうやって、オナニーというかセックスを見られたで、家族間の中が本当に亀裂が入るまでの出来事になってしまうから。そっとしておいてほしいよ。そう、そっとしてほしい。配慮はお互いに必要やと思うけどな。自分が思春期の子供を持つようになったら、やっぱり意図的にオナニーの時間を設けてあげたいなと思うわ。し、逆に子供にオナニー見られる可能性だってあるからな。ああ、自分がな。自分が子供にオナニー見られました。どうすればいいでしょうか。でも俺子供の時さ、朝、親の部屋入ったらさ、なんか枕元にコンドームの箱が置いてあって結構ショックを受けたことがあるな。子供ながらにちょっとそれは生々しすぎて嫌やな。気持ち悪いよな。ちょっとな。まあ、でもさ、親子間であんまりオープンにさ、性の話しとるのも、傍から見とると気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけどな。まあまあ、少なくとも俺らの界隈ではなかったな。まあでも、オナニーを見たとか見られたで仲が悪くなるんやったら、いっそオープンに何でも話してしまった方がいいかもしれんけどな。まあそういう関係ができとったらいいけど。まあでも普通はそうはいかんから、お互いに黙認すべきやと思うで俺は。そうだな。だから、もうこの動画を見とる人で、思春期の子供がおるような人は、そっとしておいてあげてほしいよな。ゴミ箱にカピカピのティッシュがいっぱい入っとっても、まあそっと片付けてあげてほしいな。じゃあな。旦那から奥さんの方に、そういう言ってあげる配慮も必要やからな。そういうもんやぞっつって。だから過剰に心配することじゃないよ。夫婦間での共有もしていってほしいと思いますね。そうやな。どうやらオナニーを始める年齢っていうと、男やと、早いと小学校3年生ぐらいからしとるが、さすがに早いか。いや、そうなんやろな。まあ10歳ぐらい、まあだから小4、小5ぐらいじゃないか。環境にもよると思うけど。じゃあもうそれぐらいから理解を示してあげて、普通にガンガンオナニーを好きなようにさせてあげて、あまり制限すべきじゃないってことやな。まあそうやな。一人の時間を作ってあげるっていう大事や。今日は、親が子供の性事情に介入すべきではないっていう話をしていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。